皆さん、こんにちは。日本語ポッドキャストジャパ耳です。今日も一緒に日本語の耳を鍛えましょう。今日は年末年始あるあるの中から生活リズムがバグることについて話したいと思います。皆さんはこのバグるという言葉を使ったことがありますか？もしくはどこかで聞いたことがありますか？バグるという言葉はもともとコンピューター用語ですが、最近は日常会話でもよく使われています。これは調子がおかしくなる、本来の状態じゃなくなるといった意味で使われることが多いです。年末年始になると一日の過ごし方が普段とは変わってくるのではないでしょうか。朝ゆっくり起きたり、夜更かししたり、一日中ゲームをしたり、たくさん食べたり。年末年始、これはもう生活リズムが盛大にバグる期間だと思います。今日はなぜ生活リズムがバグるのか、またバグった結果どうなるのか、といったことについてお話ししていきたいと思います。今日のエピソードでは N1 や N2 の語彙や文法をいろいろ使いながら話したいと思っているので、中級から上級へステップアップするための練習として活用してもらえたら嬉しいです。それでは始めましょう。ジャパミニ。そもそもなぜ年末年始はリズムが崩れるのか。まず理由はとってもシンプル。普段のルーティーンが一気になくなるからです。仕事が休みになる。学校もない。目覚まし時計をセットしなくてもいい。この時点で早寝早起きのリズムはほぼ崩壊します。しかも、日本の年末年始は特別な時間という意識がとても強いです。正月くらい夜更かししてもいいよね。休みなんだからダラダラしてもいいよね。この自分への甘さがバグの第一歩です。テレビ番組の影響も大いにあると思います。年末年始になると、日本のテレビでは様々な特番が放送されるし、そのほとんどが3時間スペシャル、4時間スペシャルといった感じで長いんですよね。バラエティ番組、音楽番組、新作映画、スペシャルドラマ、今年を振り返る系の番組。気づいたら、もう1時？もう3時？でも次の日は休みなので、危機感も罪悪感もありません。結果、寝る時間はどんどん遅くなり、起きる時間もどんどん遅くなります。これも生活リズム崩壊の王道パターンです。あとは家族イベントや友達との約束、そういった予定が重なると生活リズムがイレギュラーにならざるを得ません。忘年会、大晦日のカウントダウン、初詣、新年会。こういった予定も楽しくて素敵なんだけど、やっぱりどんどん体が年末年始モードになっていくんですよね。さて、このように生活リズムがバグり始めると、ある現象が起こります。それは、今日何曜日だっけ問題です。
月曜日の感覚で起きたら、実は木曜日。明日ゴミ出しだっけと思ったら、曜日感覚がずれている。これは生活リズムが崩れて、曜日を意識する理由がなくなるからです。仕事も学校もない。スケジュール帳も開かない。人間は必要がない情報を驚くほど早く忘れてしまうんでしょうね。また、生活リズムがバグり始めると食生活もルーズになりがちです。特に正月といえばお餅。朝からお餅。昼もお餅。気づいたらまたお餅。さらにテレビを見ながらおやつを食べる。こたつに入ってみかんを食べる。またテレビを見る。この流れは非常に危険ですね。動かない。食べる。また食べる。結果、毎年おなじみのイベント、正月太りが発生します。でも、こういった影響もすべて、正月だからという言い訳で片付けられちゃうところも正月あるあるなんですよね。正月だからもうちょっと食べてもいいか。正月だから運動しなくてもいいか。この一言でほとんどの行動が正当化されると言っても過言ではありません。しかしながら次の問題は正月が終わった後です。仕事始め、学校再開、いつもの日常。目覚まし時計が鳴る、起きられない、体が重い、こんなはずじゃなかったと毎年同じことを思います。でも、それでもまた次の年末年始も同じことを繰り返す。これはもう日本人の年末年始の恒例行事なのかもしれません。バグってしまった生活リズムをぐっと軌道修正して仕事や勉強に身を入れないといけない。これもまた正月あるあるの一つですが、毎年辛いというのも正直なところです。でも、それでも多くの人は年末年始が好きです。なぜでしょうか？それは一度生活をリセットできる時間だからなのかもしれません。少し崩れて、だらけて、不規則になる。その代わり、また新しい一年を始める準備をする。バグるけど完全に壊れるわけではない。このゆるさが日本の年末年始らしさなのかもしれません。ジャパミニ。それでは今日のポッドキャストはここまでです。今日は年末年始の生活リズムをテーマにお話ししました。生活リズムがバグってもいいけど、戻る準備はしておきましょう。それができれば、年末年始はきっと楽しい時間になります。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。ありがとうございました。